色々リニューアルしてお情け程度のオープニングがなくなったりしたぞイヤホンレビュー。サムネがおしゃれになってたから来たのになんか思ってたのと違うって？そういうのじゃないからここ。というわけで、イヤホン買ってるかい？本編にはほとんど手がつけられなかったけど、今回からリニューアルして、イヤホンの話をしていこう。さて、今回紹介するのは、マニアはみんな知っている、3000円以下で磁気ドライバーを搭載した、CCA の NRA だ。マニアなのに知らないって？イヤホンマニアじゃなくて低価格マニアの方かもな。CCA は、KZ のサブブランドの一つ。というか、ほぼほぼ対等なブランドみたいになってるな。KZ は低価格でハイブリッドを普及させた、価格破壊の元凶みたいなブランドで、4ドライバの ZS5 から始まり、5ドライバの ZS10、6ドライバの ZSX、そして、最近では8ドライバの ZAX と ZAS、おまけに CCA ブランドで CA16 を展開したりと、わかりやすく楽しい音質も合わせて、低価格ユーザーに圧倒的な人気を持つブランド。このチャンネルでも、約2000円程度で、日本 Amazon でも購入できる、KZZSTX を勧めたりしてるな。今回紹介する NRA は、KZ のハイブリッドイヤホンの中でも比較的低価格のラインに入る、ドライバ数は2、ZS 特とかに近いな。ただ、このイヤホンには、特に注目したい3つのポイントと、世代を更新したんじゃないかっていう要素がいくつか含まれてる。そこら辺を詳しく見ていこうか。今回は、価格的にも近い兄弟ブランドの、ZS 特とかに並べるかが重要だと思うぞ。まずは外装から見ていこうか。外装は、いつもの KZ の外形に、金属製のフェイスプレート。ただし、ノズル部分は金属製じゃない。低価格だからなのか、それともこれからこの形でやっていくのかはわからないが、直径は今までの KZ のものより絞られ、装着感を考えたものだと思う。なお、イヤーピースが落ちないための返しが大きいので、結局実際のところ装着感はあんまり変わらない。今までの KZ 製イヤホンでも問題は感じなかったので、ここは特に深く考えなくていいだろう。結局返しのおかげで過去のイヤピも普通に入るし、ただし、初期付属のイヤピは好き嫌いが分かれると思うな。このイヤピ、かなり反発力がなく、また、傘の終端の部分にはバリがあったりする。前のフジツボの方が、成人男性の耳には合いそうな形。一応、初期の KZ のふにゃふにゃイヤピで酷評されたホールド感のなさについては、傘の始まり部分を膨らませて台形のような形にすることで対応してる。ただ、ここは正直以前の形に戻してほしいのが本音だな。ケーブルも一緒に変更になったが、こっちは嬉しい変化。今までの付属ケーブルは、かなり高音が強くなる傾向が強くて、ともすれば粗さを感じる音色だったんだが、今回付属するケーブルは特にそういった印象はなく、安定して聴けてる感じ。タッチノイズは以前のものより増えたが、それでも少ない部類だ。付属品はイヤピとケーブルのみと非常にシンプル。このあたりはいつもの KZ だな。金属製のフェイスプレートはおそらく亜鉛系の合金。結構重量があるが、耳に入れてしまえばそう重い印象はない。完全プラ製よりは重い、くらいの認識でいいと思う。続けて、内装の方を見ていこうか。リケーブル端子はいつもの通り、KZ トイペ C だ。これは最近の KZ でほぼ必ず使われている端子で、QDC のものと形は同じ。他の形状の端子と組み合わせると、本体から露出してる部分がぶっかける可能性があるのでおすすめしない。正直、これのせいで余計リケーブルが難しくなっているところはある。本機に適合するケーブルは、KZ 製のケーブルの場合、トイペ C、そうでない場合、QDC にピンだ。それ以外のものも無理やりさせるけど、見栄え的にもおすすめしないぞ。さて、本機の構成は、1EST1 ダイナミックドライバー。この EST というのは KZ が初めて採用するドライバーで、静電型ドライバー、と呼ばれるもの。これ、スマホのマイクなんかで使われている、コンデンサマイクと同じ仕組みで、一般に使われているダイナミックドライバーよりも、平たく言うと繊細な音が出せる仕組み。でも低音を出すのはそんなに得意じゃないので、中国製のイヤホンの場合、低価格ではほとんど普通のドライバー。ダイナミックドライバーと組み合わされて使われることが多い。普段の KZ は、この EST の仕事をバランスドアーマチュアに割り振っていたんだが、ついにこの部分を EST にぶん投げた、NRA が誕生したわけだな。でもって、それだけでは話は終わらない。NRA、使用されているもう1台のドライバー、ダイナミックドライバーも新型なんだ。普通のイヤホンは、音を出す振動板、そこにくっついてるコイル、そして磁石が1セット。なんだが、振動板を2セットの磁石とコイルで動かしたら強くならないという発想で、二重磁気構造が生まれた。
こいつの低音はそりゃあ強かった。特に、小型イヤホンでは再現が難しいサブベースの表現力は、特筆すべきものがある。でも、誰かが思いついちゃったんだ。2個で強いなら3個ではもっと強いのでは？そう、思いついちゃった。でも2個で十分だよね。で思いとどまってた各社をぶち抜いてやっちゃった。NRA に採用されているダイナミックドライバは、まさかの見え磁気構造。自重ということを知らない低音とジャンキー勢力と、高音域を改善した EST 採用派の夢を同時に乗せて、NRA は希望の旅に出航したのだ。日本には船頭を多くして船山に登るという言葉があるんだが、でも、KZ、今までもこのとにかくパワーアップだ。路線で成功してるイヤホンが多い。今回の高音低音同時のパワーアップ、果たして結果はどうなのか？エイジング前から結構3000円のイヤホンとしては個性があって良い出来だったんだが、エイジング後の印象は、さらに2つのドライバが強調して良い音になる。EST の高音域は、バランスドアーマチュアほど金属していないものの、高音域はよく粒立ち、繊細な音色が出る。が、ここをピックアップポイントにできないくらいに低音域がモリモリのゴリゴリだ。EST 積んでるから微音系イヤホンだと思ったかい？残念だったな。極度の低音機だよ。ただ、低音だけ、というわけではなく、この低音に飲まれないように EST が鳴っているのがいい感じ。ただ、素直に EST が主役にしてもらえないのが、CCA のイヤホンっぽい。特に、低音域に関しては、ZSN プロクよりなお強い。完全に、低音の分回し感を主軸に据えたサウンドだ。ZSN プロ系は特に重厚なサブベース、それよりは控えめのベース域でメリハリをつけてたんだが、今回は出したいだけ出して EST に尻拭いさせてるような、特に、ベースが強くなった印象を受ける。このグイグイ来るベースとサブベースのおかげで、低音が鳴ってる時だけ音が近づく感じ。音場とかの感覚については、ZSN プロクの方が優れる。が、音がいかにパワフルかで言えば、NRA の方が素晴らしいな。エネルギーに溢れる音色だ。また、これだけ強烈な低音域にぶつけて薄れない高音域を出してるだけ、高音域も頑張ってると思う。というか、EST がちゃんと EST な音を出してるのに驚き。値段が値段だけに仕事もっとしてないと思ってたが、きちんと最近の高評価 KZ ファミリーの中で戦える実力だ。でも主役じゃないけど。音色を分解してみようか。高音域、繊細でミニチュアみたいな鳴り方。イヤホンだから聴ける音色というのは、個性のある音が好きな人間としてはかなりポイントが高い。金属などの鋭さはバランスドアーマチュアより少なく、粒立ち感は同じかもっとある、という表現で伝わるだろうか。このおかげで、低音域のパワフルさに埋もれず、それでいて刺さらない音になっている。最初に刺さる場合は、ちょっとエイジングが必要かも。中音域、ギターなどもくっきり書く。特に高い音の弦の音色が一切潰れないで出てくる感じが楽しい。バランスドアーマチュア機、特に1バランスドアーマチュア1ダイナミックドライバのような、バランスドアーマチュアが重ねて配置されてないモデルの場合、ここら辺の音がちょっとバランスドアーマチュアっぽい鋭さを帯びることがあるんだが、シンプルで聞き分けやすい音色の2ドライバ構成でありながら、ここら辺の音が自然なのは EST の優位点だよな。ボーカルも繊細かつキレよく表現する。低価格1バランスドアーマチュア機より自然なボーカルも魅力だ。が、低音のボリュームがでかいので、曲によってはちょっと下がっちゃうな。低音域。エイジング前はちょっとブーミー。鳴らし込むとだんだん引き締まってきて、それでもやたらグイグイ来る音色。今一番低音が近い低価格機というと、コーヒービーンだが、ボリュームそのまま、0.3 歩くらい下がった感じ。近いんだが、頭の中央で鳴っているような不思議な感覚になるコーヒービーンよりも少し後退して、耳道の中にモーターでも入ってるんじゃないか。っていう振動感、パワフルさはどちらも同じなので、あとはもう完全に耳の形や好みによるんじゃないかな。とにかくここが強い。むしろダイナミックドライバの暴落っぷりに、仕方なく EST を借り出したんじゃないかと思うくらい。空間は先でも述べたが、低音がグイグイ来るので狭め。EST も繊細で透き通ってるが、距離感はあんまりない音なので、ZAX などの空間表現がバグったハイブリッド機と比べると、明らかに小さな空間で鳴ってる。というわけで、初採用の EST にワクワクしながら掴んだんだが、実際にはゴリッゴリのド低音機だった。ただ、そこに KZ らしい感触の雰囲気を EST で付与してるので、重すぎる感じがしないのが面白いな。ショーや TAPE が似たような構成のドンシャリだったが、それをさらに低音寄りにしたようなモデルだ。加えて、NRA はなんと3000円以下で買えるはずのこの構成のイヤホンなので、そういった面からも、面白半分で買ってみてほしい。
EST じゃなくて低音フォンとしてな。と、こんなところだな。話題になるのにふさわしい音だが、EST の微音だけを期待して掴むと低音で頭をかき回される危険物って感じだった。KZ 君のそういう低音にまっしぐらなところ、嫌いじゃないよ。といったところで今回はここまで。相変わらず天気が不安定。